ほぐしていきます。石を使ってしっかりねストロークをね長めに取るとすごくいいです。なんで体もねしっかりこう動かしていく。で落とす時にゆっくりじわーっと、戻る時に少し早く戻ってじわーってやったのが、今度は肩甲骨の周り、ここをねグッといって脇に流す、この動きをします。3番目、1番目はエフルラージ、2番目は両手フリクション、そして3番目は肩甲骨を回していきます。このね両頸筋のところを通り、大円筋小円筋のところをガッて温めながら脇に向けてゆっくりぐーっと牽引するイメージです。ここを温めたいんですよ。温めたいのでここゆっくりぐっと、でまた戻ってきてじわーっと両頸筋いって、このね肩甲骨の画角をねしっかり通ってね強く当たらないように気をつけながら脇にじわーっと流れて脇に置く。でもちろんね、デリケートゾーンなんですけど手は触れてないですよね。手を触れないように気をつけて、男性セラピストは特に気をつけてください。脇にしっかり流して脇を温めていくっていうのは、ね、すごく大事になってくるので、この石のねトリートメント、肩甲骨の沿いをもう肩甲骨をね剥がしやすくほぐしやすくするためにめちゃめちゃ温めるんですね。でもし必要だったらくるっと回して温度を復活させる。これで肩甲骨をね温めていきます。これを6回ぐらい回していきます。6回ぐらい回していく。で熱が逃げないうちにグーっていったら、次はですね首やります。肘までいって首の根元に戻ってきたら、手の持ち方をこうします。このね水切りするときにこうやってやりますよね。シューみたいな、こんな持ち方をします。こういう感じです。これはエッジを使っていきます。今度はこの持ち方ですね。でもしこれが重いとかちょっとやりにくいって感じたらちっちゃいサイズに変えてください。もう一回いきますね。落とさないように気をつけながら腕までいって戻ってきたら、こういうの首のここの時にエッジに切り替えて、ここで首のナックリングのような動きをしていきます。ナックリングではないんですけど、エッジを使って、首の根元から肩先まで僧帽筋をねしっかりこうやってねほぐしていきます。石を使って、この石の側面を使ってやっていきます。骨はね注意してくださいね。肩先まで行き過ぎるとここの辺は骨があるので注意してください。ギリギリのところまで。で圧入れるところはこの部分ですね。この部分はしっかり圧入れていきます。グッと入れて抜いて、でまた戻す時も圧入れて、こういう感じですね。であとはね、ここもねちょっと注意がなんですけど、角度をつけて首のここを回していきます。首が締まらないように注意してくださいね。イメージ的にはこの首をこういう風に回してます。この首を温めながら石手を使ってほぐしてるんですね。で首が締まらないようにしっかり、今のはこの動きをしてましたね。この動き、今度は縦の動きです。首を使った縦の動き、首が締まらないように回してるようなイメージですね。で石がね当たっちゃっても大丈夫です。これは挟まないようになってます。この上の方でねぶつかるので斜めにしてるんで、横にすると首締まるんで注意してください。こうじゃないです。斜めにしてます。なので首が締まらない。斜めにして首の根元のあたりをね回していくような動きです。首を締めないように注意していきながら、このね首ほぐしていってください。でこれと組み合わせていくといいですよね。ナックリングの要領で僧帽筋をねしっかりほぐしていきつつ、この首のね後ろ、すごくねスマートフォンの使いすぎとか目の疲れをねパソコンをしてて姿勢が悪い人なんかこの辺ガチガチになってるので、ストーンで緩ましていきましょう。もうだからここちょっと重点的でエッジを使いながらね、こういう動きと、でこれもね体を使ってますよね。体を使ってねしっかり動かしていくと、そして回しながらね、これもね体を見ると体が動いてるっていうのをね覚えておいてくださいね。動画で見ていただいて体の使い方を見てください。でこの動きですよね。この動き、前後の動きと円運動、動いてる動き、縦に動いてる、これができたら抜けていって僧帽筋から肩甲骨と背骨の間に入っていきます。ここの部分ですね、両頸筋のところですね、ぐっとやっていきます。でこれね根元からぐっと入って背骨と肩甲骨の間です。ぐっとしっかりねストロークをね長めに取るとすごくいいです。なんで体もねしっかりこう動かしていく。
ただ背骨とか肩甲骨の骨に当たってしまうと痛いので注意してください。この辺骨注意です。エッジを使う分ね、危険度は増していくのでちょっと注意してください。もし怖かったら、もうこれ抜けしちゃってもいいですし、実際ここでね同じ部位はね温めてるんですよ。さっきやったこの手技でね温めてるので、そこまでね意識しなくて大丈夫です。もしこれ抜かしても大丈夫です。もしエッジ怖いなと思ったらこういう形でまたね上から戻ってきたら肩甲骨あたりを温めてください。そうすると肩周りの筋肉がゆるゆるになるので、その後ほぐす時にめちゃくちゃほぐしやすくなります。はい、これが肩周りのホットストーンです。で続いて、フルラージュの要領で上まで行って、このね骨に気をつけながら骨盤に当てないようにくるっとターンをしてきてください。圧を加えずにいけばこのままここでターンしても特に不快にはならないので、骨注意しながらターンして骨盤とかね背骨に当たらないように、当たったとしても圧を加えないようにターンをして、こういう風にね、この位置にまた来てください。はい、で、手根を使ってこうお尻パカッて割るような手技皆さんやりましたよね。その要領で仙骨から筋肉を剥がすように落とす、で引き上げる、落とす、で引き上げる、落とす、引き上げる、落とす、引き上げる。で骨注意してください。ここね腸骨が当たりやすくなってます。圧を加えずスムーズに戻ってください。圧を加えちゃうと痛いんですけど、圧を加えなかったら痛くないです。で圧加えるのはこの仙骨からちょっとね手根側に少し圧を入れて、大天使と腸骨の間に落ちていくところはしっかり圧が加わってます。ここから落とす時にこっちにね手根側に高圧を加えてるイメージです。こういう風にでこう加えているので、手根側にしっかり圧が入り落としていくイメージですね。手根側にこういう圧が加わってます。こうです。だから面全体は触れてるんですけど、圧のポイントがねその骨に当たらない場所に移動してるってことですね。腸骨と大天使の間に落としてきてます。で落とす時にゆっくりじわーっと、戻る時に少し早く戻ってじわーって温めながら。お尻ってねすごく冷えやすいです。臀部はねやっぱりね脂肪分が多くて冷えやすいので、ゆっくり柔らかくね落としてあげてるだけでもうわー気持ちいいってねやっぱね言ってもらえるんですよね。はい、ではですね、この手根で内側のね手根側に入れて落として引き上げる、この手技ができたら、続いてこの仙骨沿いをねこうちょっとね一旦軽くゆっくりうーって上行って、ここもゆっくりゆっくりゆっくり腰のね起立筋沿いを行って、包み込んでくびれのとこで包み込んで、またここに戻ってくる。もう両手フリクションを、肩甲骨でもやってきたような動きですね。この腰って言われる仙骨をちょっと温めたいんで、仙骨のあたりをゆっくりいくんですよね。でここの腰のと筋肉も起立筋沿いのやつも温めながら横に行って、また臀部まで戻ってきて、こういう動きです。仙骨沿いを温めたいなっていうイメージですね。仙骨ねすごく温めるのいい感じなんで温めていきます。置き石もしてたのでねすごくねほぐれやすくはなってるので、これをね何度かねやってみてください。ただこの手技ね肋骨だったり腸骨だったり仙骨っていう骨の上をね行くことが多いので、圧は注意してください。圧はほとんど入れてないです。でこれができたら最後、腰のあたりからゆっくり抜けていって、はい、腰で終わってみてください。はい、以上が背中のホットストーンの施術になります。これね結構時間かかってしまうと、こんな大きいストーンでもだいぶ冷たくなってしまうので注意してください。今の手技ぐらいであればおそらくこれでねいけるんですけど、どうしても、冷めてきちゃったりとか冷たくなってきちゃう場合は、何個かね工程をカットしてやってみてください。そうするとしっかりねあったかいままできるので、ちょっと冷えてきたなと思ったらもう一旦ねその部分で冷えて、もうこれはホットストーンじゃなくて逆に冷たさを感じてるんじゃないかと思ったら、スッともうね途中でもいいので抜けてみてください。やっぱあったかいのが気持ちいいので、お持ちのホットストーンの温度のね保温量だったりスピード感によってはね、これが全部できなかったりする場合もありますので、よくね注意してやってみてください。はい、では背中のトリートメントですね、背中のホットストーントリートメントをやっていきたいと思います。通してやっていきますので、皆さんぜひね、活用してみてね流れを覚えてみてください。簡単にね言葉で解説で入れていきながら、流れでやっていきたいと思います。はい、ではまず手になじませて、でなじませたら、石にもなじませます。回転させながら石になじませていきます。でこの時回転している時に自分の手もねどんどん温まっていくのを感じてください。はい、
で石になじませたら、オイルを塗布をして、両手がねめっちゃ温まってて温めて、でお客様に、トリートメントしていきます。それではですね、トリートメントしていきます。オイルを塗布していきます。これね、オイル塗布はもう皆さんね何度もやってると思うので、もう大丈夫だと思います。でフルラージとの3回。3回やってで石を使ってやっていきますね。石をね温度を必ずチェック。大丈夫かな OK です。ではホットストーンでトリートメントしていきます。熱くなりましたら遠慮なくおっしゃってください。では失礼いたします。まずはフルラージュで全体をゆっくり温めたい部分をゆっくりすることによって熱をねお客様に感じてもらいます。で首まで来たらくるっとうまく回転させてしっかりで首もねしっかりじわーってやってくるっと。